ちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。作品をいろいろ拝見させていただいて、一つ感じたのは、人工物と自然との対比を取られているのかなと思いまして、例えばロスに行かれたと思うんですけど、基本カリフォルニアで撮ってますね。それはなんか特別な理由があるんですか？そうですね。2017年にからちょっとロサンゼルスの方にちょっと一時帰国とかもしれないんですけど、トータル2年ほど住んでて。そうなんですよ。じゃあ2年もいらっしゃるんですね。そうですね。でコロナ前ぐらいに帰ってきたんですけど、2011年に美大の大学院を卒業してるんですけれども、修了してるんです。それは彫刻ですね。そこも後ほどいろいろお伺いしたかったんですけど、どうぞ。で当時やっぱり地方の美大っていうのもありましたし、で今ほどアートの人気が日本では全くなかった時期だったっていうのもあって、でとりあえず実家が京都なので関西に帰ってきたんですけど、ちょっといろんな国には発表以外でも行ってたりはしたんですけど、ロサンゼルスの雰囲気がすごく自分の中で素敵だったので、一度ちょっとこっちの方で生活してみたいなっていうのはあって、写真のでそうですね。彫刻をやっぱり移動させること自体もすごく難しいことですし、現場で作品を作ろうと思ったら何がいいかなと思った時に、カメラっていうメディア、写真というメディアがいいかなと思って、写真の例えば大学でその写真とか誰かに指示されてその写真を勉強されたりとか、そういうのは全くなくって、すごいですね。でいろいろアートフェアとか海外出てるうちにその海外に行くことそのものが楽しくなってしまって、それはそうですよね。いろんなものをやっぱり見れるので、どんどんちょっと僻地とかに行くのもエスカレートしてきちゃって、いいですね。でちょっとすごくアクセスの難しい場所に行くってやっぱり向こう海外とか外国ですと、いろんな人がやっぱり協力的ですか？例えばこういうのを実はやりたいんだけどって誰か紹介してくれたりとか、なんかそういう熱意ですかね。いきなり最初にバーンって切られることはあんまりないですね。そうですよね。とりあえず話をして、それで面白かったら協力してくれるっていう感じですね。アメリカは他の国はちょっとわからないですけど、アメリカね、そういう話はよく聞きますけど、特にロサンゼルスは割と即興で結構みんなが面白いことしようっていう精神が強いところなので。でも作品を見て、それも本当に私の独断と偏見ですけれども、彫刻捨ててらしてないなというふうに思うんですけど、やっぱ構造とか表面というか、やっぱ素材ですね。やっぱすごくこだわりを感じるんですけれど。金属フェチなんで、そういうある種のやっぱりフェティシズムっていうか、好きですね。それはやっぱりないといい作品は。好きなことばっかりやっている感じはしますね。もちろんコンセプトありきで強度として必要だとは思うんですけど、まず好きなもの、そうですね。好きなことをするっていうのは第一に来てますね。なんかいやすごいな。あとプリントは日本でされたんですか？でもこれもそうロサンゼルスの USC の入ってる美術館っていうかギャラリースペースで写真の展示があったんですけれども、すごい写真に見えなかったんですよ。ものすごいスケールの大きいもので、立体的だったんですね。でもレリーフとかだと彫刻になってしまうので、リアリティっていうのはものとしてのリアリティは強いんですけど、写真って写真だから写したリアリティ、その時間のリアリティが強くて、彫刻だと物のリアリティが強いじゃないですか。でその作品っていうのはスイスキューっていう UV インクジェットプリンターでかなり立体的に写真を元にして立体的にするプリンターで、それを見た時にものすごい衝撃を受けて、でただものすごい高額だったんですね。調べたんですけど1台億とかするようなプリンターで、さすがアメリカだなと思って、スケールが違うなと思いながら遠い世界だなと思ってたんですけど、コロナで京都に帰ってきてから京都にそのスイスキューのプリンターを持ってる会社さんがあって、ちょっとご紹介していただいて、でも応援してくださって、
でそのプリンターを本当に運命的なんですけれども、一緒にいろいろ実験しながら。やっぱりすごくシルバーの量とか関わってくると思うんですので。シルバー感はですね、京都の箔屋さんが特殊に開発した紙で。そうですか。じゃあもう紙も日本製の。日本製でもここのところしか作ってない、他では作ってなくって、一般の人のところには卸してない紙を使ってて、こっちは両方そうなんですけど、粒子を調整しながらプリントしているんですけれども、なんか部分的にライトを直接当たれたりすると、もっとここの暗く潰れてるようなディティールとかももうこう映えるでしょうね。もっと上がって見えてきたりとかして、これはそうですね、普通の写真技術ではできない鑑賞の仕方かなと思います。すごいこう魔力っていうか、なんかすごい力感じてますけれどもね。ありがとうございます。お使いのカメラって、そのどんなカメラを使われるんですか。α7S を使ってましたね。はい。それは暗い場所でも撮れるっていうので、結構その僻地とか行くと、ここはカリフォルニアなので太陽光がすごく強いんですけど、山奥とか入っちゃうと光が取れないので。じゃあもう持ってそうですね、機材とかですごい傾斜のところとかで撮ったりして、でかつ近赤外線カメラにちょっと仕様にしているカメラで、太陽光がいるんですよね。それでできるだけその暗いところでも拾えるように α7S を使ってました。今はニコン Z7 も新しく使ってますね。そうですか。そのプリントをこう作っていかれる段階で、いろいろこう加工とかされプリントの仕方ですかね。それはプリント会社さんの技術なんですけれども、近赤外線カメラで撮影してまして、でそれは人工物と自然を分けて、植物の方は白く抜けるんですよ。で人工物の方はすごく輪郭がはっきり出るので、それがすごく気に入っていて、いやでもどんどんこうどういうものが生まれていくんだろうなと。そうですね、今ちょっとやってるのがその宇宙スペースシップの後継機を2019年にそうですね、半年ぐらいかけて探しに行って撮影成功したもの。でもこれすごいですね。で発表するまで2年かかったんですけど、撮るのに半年かかって発表するのに2年かかったんですけど。なるほど。じゃあすごいな。だから最初私はですね、まさかなんか飛行機かと思ったら、でもいやこれ違うと思って、本当にスペースシャトルですよね。そうですね、後継機のプロトタイプのものなんですけれども、すごいですね。でそれは写真って撮った時瞬間から過去のものになっていくので、私はSF とか大好きでロサンゼルスに行ったのもあるんですけど、でも SF ってサイエンスフィクションじゃないですか。でも未来を予測することがすごい結構SF から始まって生まれた技術って山ほどあるので。これはいつ頃の作品ですか。これ撮影したのこれも2019年ですね。じゃあついそっか、じゃあコロナ前ですね。機械性っていうか、もう本当にそうですね、機械もちょっと生きてるみたいに見えるように、なんか動き出しそうなモンスターみたいなイメージで、その人工物って息されてもその形が絶対変わっていくじゃないですか。その後の時間っていうのは絶対に存在してるんですけれども、捨てられてからやっぱりその人の認識からは外れてしまうので、でも地球上には絶対存在してるんですよね。だからその普段見ることのない光景っていうのを、その後一体どういうふうになっていく、地球上でどういうふうな形になっていくかっていうのをすごい興味があって、そういうところって人が入れないアクセスしにくいロケーションが多いので、調べていって、そのちょっとびっくりするような光景で、かつ見る人が感情移入できるようにまるで生きてるかのような生命のように見えるように撮れるようにはしてますね。なんていうんですかね、こう死生観っていうか。それはありますね。やっぱりあると思うんですけどね。そうですね。死生観ってやっぱり植物であったりとか
か、植物対比させてるんですけれども、人工物で死生観ってあんまり今までなかったんじゃないかなと思って、バニタスのテーマもやっぱりスカルと植物、お花であったりとかなんですけど、こういう現代的なものっていうモチーフはあんまりなかったんじゃないかなと思って。私は本当にまた独断と偏見でも本当にどこかちょっとシュルレアリズムっていうのも感じずに。そうですね、好きですね。やっぱりお好きですか。はい、好きです。シュールな世界っていうのは好きですね。かつ合成とかしてしまったらフィクションの世界になってしまいますけど、一応私は写真は本当に現場に行って、じゃあ本当にリアルなものしか出してないので、それは素晴らしいですね。はい、シュルレアリスムってやっぱり架空の世界だったりしますけど、これはもうシュルレアリスムみたいに見えるけど本当にこの世界に今現存しているものなので、素晴らしい。そこもこだわりですね。はい。一つお聞きしたいのは幼少期で、例えば何かから影響を受けたり、これが好きだっていう、作家さんでもいいんですし、作品でもいいんですけれども、何か幼少期なのでどうしても身近なものになってしまうんですけど、やっぱり当時80年代90年代ってすごいハリウッド映画の SF ブームでしたし、じゃあ本当に未知との遭遇とかそんな、E.T. とかそうですね、ターミネーターとかエイリアンとか、90年代後半だとマトリックスとか、あと日本のアニメーションだとめちゃくちゃマニアックになっちゃうんですけど、シリアルエクスペリメンツっていうのはもう一番自分の中で大きな作品ですね。じゃあアニメーション。はい、そうなんです。実はこの間阿部寛さんが日本橋の方で個展をされてて、そうなんですね。そうなんです。中学生の時リアルタイムでアニメーションを拝見してたんですけれども、当時1999年に発売された作品集があってサインをいただいたものがあるんですけど、実は今年22年の時を経てサインもう一回してもらって。本当ですか。サインは変わってました。変わってますちょっともう自分の中ですごいですね。本当にこんなもう本当に嬉しかった。だからもう言っちゃうと、このブルーとかは阿部寛さんのブルーに影響を受けてます。なるほど、聞いてよかった。はい、阿部寛さんご存知の方ってかなり日本では少ないと思うんですけど、なんかアメリカの方でかなり、海外ではヨーロッパでも結構ヒットしたみたいで、私もロサンゼルス住んでたら、レインのこういうトートバッグとか T シャツ着てる人普通に見るんで、そういるでしょうね。びっくりして日本で見たことないんです。ヨーロッパは多分フランスとか辺はすごい人気だと思うんですけれども、阿部寛さんの作品は他も大好きなんですけど、レインは本当に自分の中でも一番影響を受けた作品ですね。特別にすごいですね。素敵。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。大変面白く興味深く拝聴いたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。